今回は、6月のアイドラーズのレースで最終コーナーで大クラッシュした2号機のタービン周りの修理ですね。これタービンにパイプを溶接してるんですけれども、そのパイプ自体がこの間のクラッシュでですね、ひん曲がっちゃったんですね。ですからそれを一回切断して、今これ切ってますね。切断して新しくまた90度に曲がったパイプとストレートのパイプを溶接して、それで、またタービンのフィンガーに溶接して終了と。そういうふうにほらこんなぐちゃぐちゃに曲がっちゃいましたよね。まあこれ材料が50パイのパイプで2ミリなんでね、薄いからね結構曲がっちゃうんですよね。今これ50パイのパイプを、適当に目剣で切ってます。この辺はもうね、なんていうんだろう定規とかそういうのは絶対使わないですね。ほとんど、缶目剣です。でこれは今パイプの一番端っこに抜け防止の鉢巻きを作ってる機械ですね。こうやって鉢巻きを作ってますね。アルミはね簡単に柔らかいから、アルミはこうやってできるんですよね。ステンレスはちょっと無理かな。いよいよ曲げパイプとストレートパイプを用意して、この90度のパイプはこれねドーナツになってるんですよ。ドーナツみたいに片側ずつくっついてるものを切って溶接するんですね。パリを落としてますね。まあチューニング屋なんていうのはね、もう何でもそつなくできなきゃいけないので、かといってねその溶接工ではないのでね、そんなに溶接がねべらぼうにうまいかっつったらそんなことはないんですけれども、まあ機能するだけの溶接はできると。最近のねアルゴン溶接でねすっげえいいのあるんだよね。レーザー溶接機っていうのかな、あれが欲しいんだけど150万ぐらいするんだよね。あれは早いと思う。もうビーって半自動みたいについちゃうんだよね。しかもすげえ綺麗なの。50万はな溶接にはちょっと使えないかな。あとはもうスポット溶接も使える大変の溶接機アルゴン、あれがね80万ぐらいかなするんですよ。結構それを今狙ってますね。こうやって、地道に溶接をするんですよ。そうするとね大体もう次の日朝目が開かないんです。こっからタービンにつけるところがちょっとね手違いでね録画し忘れましただからないんですよ。
結構これ時間かかってますよ。これちょっとずつどんどんアルミって温度が上がっちゃうんで、あまり上がりすぎた場合にはどうしても溶接幅が広がっちゃうので、若干冷えるまで待つ。溶接の温度を下げるっていうのも一つの手なんですけど、あんまり下げちゃうとまたうまくいかなくなっちゃうので、ちょっとだけ待ってみるっていう感じかな。最近溶接機が古いからね、うまくいかないんだよ。もういい加減買い替えなきゃダメかな。うちで使ってるのはパナソニックですけどね。ほらね、本当はこれをつけるのが結構ちゃんとこうジグを使ってね、ぴったり合うようにやったんですけどね、取れてなかったという。大体これで終了ですね。
いよいよねタイムアタックシーズンも始まってきてね、本当はアイドラーズのレースに出たかったんですけどちょっと間に合わなかったんで、照準は10月の終わりぐらいに HKS が、富士スピードウェイでプレミアムデーをやるんですね。まずそこに合わせて車を作っていくと。でWTAC 用の車も同時進行で作ってはいるんですけど当然間に合わないので、この2号機にホリンジャーのシーケンシャルミッションをつけて、当然その今まで2スロークということで、馬力を封印してた部分があったのでね、封印した馬力をほどいてあげて、550馬力ぐらいまで持っていこうと思ってます。それで、タイヤはスリックですから、どのぐらい出るかな。俺の予想では、スーパー1号で走った時の47秒だったかな。47秒はいけるんじゃないかなという、できれば45秒とか入れたいなと思ってるんですけどね。45秒44秒、俺が GT で走った時のタイムが44秒だったんで GT300 のタイムを抜けたらいいかななんて思ってますね。こんなにねひどい形になっちゃってますけれどもね、10月の終わりの、富士スピードウェイ、また11月だったかな、11月の終わりだったかな、岡国でのタイムアタック、その辺を照準に頑張ります。